おはようございます。マイクのテスト中です。お待ちください。3月31日月曜日6時半になりましたので、ライブ配信を始めます。よろしくお願いします。朝6時半から不定期でライブ配信をしています。今はこちらの付近を差し子していまして、その様子をただただライブ配信しています。一緒に差し子をしながら、何か飲み物を飲みながら、また朝の時間ですので、お支度中のながらみなどご活用いただければと思います。おはようございます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、いつもと少し映ってるこちらの付近がね映ってますので、画面が少し違うかなと思うのですが、今日はライブ配信を始めて1年が経ちましたので、差し子をしつつ、このライブ配信の1年を振り返ってみてどうだったかっていう話をしようかなと思っています。で、その中の一つとしまして、この1年のライブ配信でこれらの付近を作ってきましたっていう紹介をしようかなと思ったので、今右上の方に映っている差し子付近は私がライブ配信の時に作ってきた付近になります。そちらの方を1枚ずつ改めてね見ていただこうかなと思っています。はい、そのために準備をすでにね置いておきました。はい、ではまずは今糸を通しました。前回のライブ配信でちょうど、ね、終わったところだったんですよね。糸を裏で重ねて切ってちょうど終わったところだったので、今新しい糸を切って付け替えましたので、これで差し子をしていこうと思います。では刺し始めだけちょっと付近の方に集中しまして、でそこからあとは振り返りをねしようかなと思います。一旦刺し始めのところだけね手元に集中いたします。
はい、差し始めできました。ではここから、差し越しながら流れとしては、ライブ配信を始めたきっかけとか、ライブ配信の概要、これまでの歩み、そして最後に差し子付近の紹介というような感じで話していこうかなと思います。なんかぼやっとしてるかな、ぼやっとしてるかな。はい。もしかしたらね、今回初めて聞くっていう方もいらっしゃるかもしれないので、振り返りつつ、こんな感じでライブ配信してますみたいな話を改めてしたいなと思っています。ちょっと控えめな今鳴き声がもしかしたら入ったかもしれないんですけれども、猫様が私の右隣に来ました。今日はどうされるんですかね。そのあたりは猫様にお任せ。こたつの中に入ってきました今日は。はい、じゃあ今日は猫様、この下がこたつですのでね、はい、こちらの下でお休みされるそうです。なのでそれはね、お邪魔しないで、猫様にお任せということでやっていきます。では、ライブ配信始めたきっかけから話そうかなと思います。2024年3月30から正確に言うとライブ配信を始めました。本当はだから昨日だったんですけど、昨日のライブ配信で本当すっかり私忘れてしまっていて、今日だったんだっていうのね、すっかり忘れていまして、でそこからもうその時気づいたらもう遅かったので、じゃあ明日にしようということで今話をしています。で3月31始めたのって、もっと31日にやろうってその前から計画していたとかではなくて、確かほんと数日前にやってみようかなみたいな感じで始めました。でなんでかっていうと、さっと言える範囲で言うと、その時に大きかったのは家族の環境が変化したっていうことですね。そこが大きくて、私の環境は変化はしてないんですけど、家族の環境が変化することによって、いろいろ私もその時非常に複雑な思いとかなんか抱えたりとかしていて、その辺の多少のモヤモヤもあって、でもそのモヤモヤ抱えてたって仕方ないなって思ったから、じゃあ私もなんか始めようって思ったっていうことですね。少しねぼやっとした言い方でね申し訳ないんですけれども、私の中で言える範囲で言えば、そういう感情があったってことですね。それとあとプラス、これは後からそっかって思ったっていう意味もあるんですけど、 YouTube それまでやってたわけです。収録動画の方を定期的に淡々と投稿していて、ライブ配信は全然やったことがなかった。収録動画は2022年の3月から始めてたんですね。初めて投稿したのが2022年3月で、そっから2年経ってたんですよね。だから2年経ってキリがいいというか、さらにプラスで何か始めてみようと、差し子付近を制作しているところを動画に撮って投稿するっていうことはもう2022年3月から続けていて、それも続けられそうだなと思ったので、さらにねプラスで何か挑戦しようって思ったら、ライブ配信だなっていうふうにも思ったんですよね。なのでその2つの理由が重なって急に思い立って3月30、そうですね、2024年3月30から始めることにしました。これがきっかけですね。
で、じゃあここからはライブ配信の概要を話そうかなと思います。朝6時半から7時っていうのはもうずっとこれ変わらないですね。始めた時からそれくらいの時間でやろうと思っていた。なんで朝早い時間なのっていうのは、私は今これを普段使っているスマホで撮っています。っていうことは、このスマホに電話がかかってくるかもしれないっていうことで、結論、朝のこの時間って基本誰からもかかってこないでしょうっていうふうに、確率を考えればね、この時間だったらかかってくる確率は少ないでしょうと、ライブ配信やってる時に電話かかってきたらどうなんだろうっていうのがちょっと不安で、これ別に収録動画をスマホで撮ってる時とかだったらいいんですけど、ライブ配信ってその時にね見てくださる方いらっしゃいますし、これ相当慌てるだろうなとか思ったりとか考えると、あえて誰もこの時間帯なら多分来ないだろうっていうところを狙った方が、私は安心してこうやって刺し子に集中できるなと思ったっていうことと、あとはこの朝の時間に何か一つ習慣を作っていくことが私にとっても生活のリズムを作る意味ではいいなと思った。朝お約束をしていることがある、その時間帯には準備してなければならない。そしたら前の日に、今こうやって画面映ってる範囲、ここはしっかりと片付けで、備えようとなると、前の日の夜に一回こう片付けたりする、そういうきっかけになる。私の生活のリズムを作る上でそれもいいきっかけになるなと思ったので、それがね、次の朝約束とかなければね、またちょっと気持ちとか違う。夜のうちにしっかり片付けないと、せめてここの上はみたいな風には思わなかっただろうなと思うので、そういう意味でいいきっかけになる、リズムを作るいいきっかけになると思いました。で、6時朝早くってことを考えた時に、6時は厳しいなと思ったんですよ。6時だと5時台に起きなきゃいけないっていうことになるから、それは厳しいなと思って、なので6時半っていうふうに設定しました。6時、それだったら6時過ぎに起きても大丈夫だし、あと30分っていうのが私にとっては負担なく続けられる時間としていいのかなと思いました。あくまで目安で6時半から7時としているので、だいたい7時ちょっと過ぎるんですけど、刺し子をギリギリそこまでやって、その後にお話を少しだけねお話をして終わるっていう感じなので、厳密にはね7時でバチッと終わるわけじゃないんですけど、そのあたりは少し緩いですけど、でも30分間っていうのが、継続していけるいい時間かなっていうふうに思ったってことですね。そのあたりが時間に関すること。あと最初は、今は本当不定期でっていうふうにやってるんですよね。でも最初はやり始めた時は平日不定期でだったんですよね。土日は休んで平日はやるっていう感じのペースでやっていたんですが、このあたりはだんだん始めていく上で、私の日常生活の中で、これは平日大変な時あるから平日この日休みたい、休まないとっていうことがないとなっていうのが徐々にね、出てくるような状況になったので、もう完全に不定期ということにしました、途中から。それでその不定期っていう風にしたので、曜日に関わらず平日ではなくてね、土日も含めた上での不定期でっていうことにしたので、そのあたりから、おはようございます。よろしくお願いします。コミュニティに次の週のライブ配信のスケジュールを投稿するようになりました。
日曜日の夜、そうですね、に次の1週間のある程度予測をして、この日はこれがあるからここ休みにしといた方がいいなとか、そういうのを考えてカレンダーに表示してコミュニティに投稿して、それをやるかどうかの目安にしていただく。急に変わることがあったらコミュニティに投稿しておくというような感じにしました。途中でそういうふうに変わって、でそれが今も継続してますね。であとは、それが時間とか、あとやる日にちとか、そのあたりの話で、ライブ配信自体のスタイルとしては、今こうやって私差し越してますけれども、基本的には手元をね上から映して、この差し越している様子を映すと、そういうライブ配信で、なおかつ、その時この1枚の付近と決めたら、それを本当に一番最初から、そして差し終わるまでをひたすら写す。で、例えば私が今は四つ葉のクローバーですね、これをやってるんですけど、ライブ配信でここまでやりましたってなったら、あとはライブ配信以外では刺さないってことですね。ライブ配信の時だけこの付近を指し進めるというスタイルにしているので、ライブ配信を流れで見ていただくことによって、途中で飛ぶことはないってことですね。だいぶ進んだねみたいなことはない。今日ここまでって終わったら、あと次指し進めるのはライブ配信の時だけっていう風に、これ最初からそう決めてたわけじゃないんですけど、なんとなくそういう風な流れになっていきましたね。はい。逆に収録動画の方は私の宿題みたいな感じで、切りのいいところまで途中まで差し越して、でそれでまた次の収録撮ってそれを見ていただくっていう感じなので、だいぶ進んだねみたいなのね、見ていただく感じになるんですけれども、ライブ配信のこの付近に関しては、もうとにかくライブ配信の時だけ、はい、そうですそうです、やっておくってことはないです。こちらのね、この付近に関してはね。っていう風な、自分なりのルールでやっています。ただ、あれだけは宿題にします。あれっていうのは、この付近を始める時のこの周りですね。周りをここ1センチ測って折り返してしつけかけてるんですけど、こういうのはライブ配信でやっちゃうとちょっと大変なので、あくまでこれの準備はしておいて、差し子のこの外枠から始めるぞって時はもうライブ配信の時だけで、あとはこれ全部差し終わって、ここのね外をこの字閉じするんですけど、あれもそれは宿題にしてっていう感じでやっています。あとはで淡々と基本差し子をしてるんですけれども、ここからは猫様の話にしようかな。猫様に関しては、うち茶白の猫を1匹 いるのですね。で、基本は刺し子のことをやっているんですけど、どうしてもいるから、猫様はいるから、刺し子やってる時に部屋で走り出したりすることもあります。あと泣いたりね。で、最近はこれは3月に入ってからなんですけど、もう自らこの辺りからヒューンって入ってくることも出てきて、前は私の膝の上に遠慮がちに乗ってきて、で乗ってきたから、じゃあ後頭部だけ挨拶しますねって言って、頭をここでこうニュインって
移すと、膝の上に来てくれたから、そういうことあるんですけど、今はもう自らこうヒューンって入ってくるっていう風にね、変わってきたんですけど、そういう風に猫様自ら来てくださった時に猫様の話題が出てくることもあります。あえて猫様がね近くにいないのに猫様の話をするっていうのはないです。そういう時はもう淡々と刺し子やって終わっていくだけなので、毎回猫様の話をするわけではない。あくまで刺し子が基本なので、淡々と刺し子して淡々と終わっていくっていうことでやってるんですね。ただそういうふうに猫様が来ると、例えば音だけ聞こえたりとかする場合もありますね。後ろで爪研ぎしてる場合とかもあるので、そうなるとそういう音が入って、あれ何なんだろうこの音って刺し子をこうやってやってる時に気になる場合もあるかもしれないなと思ったから、近くにいて音が入ったり、あとこう気配ね、私の膝の上に来てこうもそ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 音がする場合、なんだろうこの音ってなっちゃったりすると思うんで、そういう時に今猫様がこういう感じで来てくれましたみたいな、そういうことがねあれば話をするっていう感じですね。はい、なのでさっきも声がね入ってしまっどれくらいにゃーって言った声が入ったかわからないんですけれども、声が入った時に猫様が今来てくださって右側にいてみたいな話はしたりします。でその後どうなったのかっていうことだけね、結論今日はこたつの中にいるということで、そういう時に猫様の話をしたりします。最近はね入ってくること多いので猫様の話はすることは多いですね。でもない時もありますということですね。であとはどんなそうですね、どんな進め方かっていう、このライブ配信を、私がイメージしてるかっていうのは、さっきも言ったようにこう淡々と差し子をしていくってことなんですけど、そうですね、前にねイメージとして私の頭にあるのは、これライブ配信始めた時からあるんですけど、前に2000だからもうライブ配信始めて1年だから、そのもっと前だから例えば3年前くらいだったかな、そのあたり定かでないんですけど、 NHK のドキュメント72時間っていう番組があって、あの番組の中でその時はお寺さんに3日間密着して写経を書きに来る人たちを密着してた時があったんですよね。あれをたまたま見た時に、なんかすごい雰囲気がね、こういう感じも刺し子っぽくできんのかなって思ったっていうのがあって、あの雰囲気が私のライブ配信をする上でのヒントみたいなことになってるんですね。それは、もうちょっとその72時間の話をすると、お寺さんで一室があって、その中でみんなが集まって、時間とか決まってないですよ。それぞれそこのね場所ではそれぞれが写経したいなと思った人がふらっと来て、確か道具とか貸し出ししたりとかしてるんですよね。それを受付して借りていって、その部屋に入ってひたすら机に向かって写経をして、それで終わったら帰っていくっていう感じなんですよ。だからもう静かに淡々とみんな書いている。人はそれなりに入ってるけど、みんな淡々とやってるみたいな。あの辺がなんかいいなって思ったのかな、私も。でそのライブ配信するならなんとなくそういうイメージ、そうしたいってことではないです。だけどなんかそういうイメージ、これは刺し子だから私はこうやって刺し子してる、でリアルタイムでやってる人もいるだろうし、アーカイブ見つつもあるだろうし、とにかくもちろん刺し子でも何でもながら見でって言ってるので、それは自由でとは思っているんですけれども、なんとなくその場にはいる
そしてなんか一緒にやっている、でも静かに淡々とやってるみたいな、そういうイメージですかね、私のライブ配信。一般的に YouTube のライブ配信っていうと多分こういうではないとは思うんですよね。何か交流があってそれに対して話をして、で今までのライブ配信のやってきた文脈とかあって、そういう中で常連さんとかもいて、で活発にやり取りがあってっていうのがなんとなくいわゆる一般的な YouTube のライブ配信かもしれないんだけれども、私はその72時間の写経をイメージしているので、特に文脈はないです。初めて来た人がこれどういう話なんだろうって戸惑うこともないっていう結果、そうなってます。でやるのはただ刺し子で、時々私もさっきの言ったように猫様がね来れば猫様の話もすると、しない時もあって、それはただただライブ配信刺し子をやるだけで、もし喋るとすると刺し子のこと、今刺してるこの刺し子のなんかここがポイントかなとか、試行錯誤の過程を話すこともある。あとは刺し子の進捗ですね。収録動画の進捗、リアルタイムでここでは進んでるから今編集中なんで今週中に配信できるかもしれませんとか、そういう話をしたりします。あとはイメージしてるのは、写経もそうなんですけど、そういうのもありますよね。私も見たりしますね。いい雰囲気のものを見たりします。あとはイメージしてるのは、これも前も言ったことあるな。そうそう、マラソン大会。全然違うでしょって話なんですけど、あくまでイメージということで、うちの旦那さんがたまにマラソン大会に出ると。でマラソン大会に出ると大会の規模によってはずっと人がいるマラソン大会もある。でそういうマラソン大会ってずっと沿道に応援してる人もそれなりにいて、でだからなんかそれなりに走れるっていう、逆に、規模がちっちゃいと走ってる人もなんかいるんだかいないんだかになっちゃったり、沿道で見てる人も、ポツンみたいな風になることもある。でそうなった時にやっぱりある程度やってる人いるなっていう風なものが見えた方が少し原動力になったりすると。別に言葉交わさなくてもあの人もやってるみたいなのが見えるとモチベーションになったりとかする、みたいな、そういう話をちらっと聞いて、でそこから私がイメージした時に刺し子もそういう感じかなと。刺し子って基本家での針仕事なんですよね。それは一人で淡々とやっていく針仕事なんだけど、もともとは日常の家での針仕事で、それがいわゆる手芸という手芸屋さんにあるものみたいな感じで今はなってるけれども、それをやる上において基本家の中のものってなった時に、私は、あの時はねインスタグラムとかを見て始めた時はね、こういう風にやってる人いるんだみたいなことで、なんとなく刺し子というものが分かってきたというかっていうのがあるんですけど、それをライブ配信でリアルタイムでこの日本のどこかのこの時間帯に刺し子やってる人いるんだねみたいな風に見えると、さっきのマラソン大会で言ったように誰かが走ってるのが見える、その方がモチベーションが上がるみたいな感じと近いかなと思って、それでこういう風に映してるっていう感じです。それが私のこのライブ配信を、私のライブ配信のここの YouTube チャンネルでの
ライブ配信のイメージはそんな感じを想像しながら差し子をしてます。でもこれはあくまでイメージなのでまあ多少喋りますし、あと反応いただいたらそれに対してお話ししたりとかっていうのももちろんあるので、そのあたりは臨機応変にっていう感じです。いやもうこれ喋ってて7時過ぎてしまったなではなので今日はちょっと7時過ぎてしまうライブ配信で、本当アーカイブを残しておきますので、その点だけどうぞご理解いただければと思います。で、あとは以上がこのライブ配信の概要っていう話になります。で、あとこれまでの歩みっていうことで、どんな変化あったっていうことを思いつくことでお話しさせていただくと、本当に始めた2024年3月30は1年前はこたつではなかった。こたつというかこのテーブルでもなくて、しかも角度もね違う、もう一つ椅子とだからデスクか、それでね椅子に座ってやる風にやってたんですよ。でもあれだともともと机ある場所とかの兼ね合いで私の体で影になっちゃうだな。そう暗かったんですよね。なので、そのあたりを改善しながらどうやったら画面明るくなるのみたいなこととかを考えて、今の場所に結果、比較的すぐ移ったかな。今の場所だとだんだんその季節によってはもう真っ暗、6時半って真っ暗って時もあるんですけど、今なんかはもう始める時からね明るくなってるんですけど、私の左側に窓があって、そこから自然の光が入ってくるっていう角度なんですよね。今はその角度でやっています。それが変わったことかな。少しずつね、どうせだったら明るく見せたいみたいなのがあって、であとはそれが場所的なことですかね。あと変わったのは、この辺りが悩みっていうところでもあったんですけど、明るさに関してはその場所を変えることで明るく確保できたんですけど、やっぱり時々はそれでも喋るので、音量ですね。これねもう YouTube の仕様だから致し方ないって感じもあるんですけど、基本声ちっちゃいんですよね。そのままでね載せると。だから YouTube 始めましたの人が最初悩むとこって音量だと思うんですよね。なんか声ちっちゃいわみたいな。で最初って喋るのもなかなか声張れなかったりとかして余計に小さくなったりとかして、で収録動画だとまだ何か編集のソフトアプリなりで音を大きくすれば、そうやって編集してドーンって出せばいいんですけど、ライブ配信ってリアルタイムだから、もうちっちゃかったらちっちゃかった今ままの配信でってなりますね。そうなるとこれは私というよりは見てくださる方の大変さがあるかなと。その分音量を上げるけれども途中で違うチャンネル行ったりとか、何か違う映像がね流れてきたってなった時にわーって音をね大きくしてると、で違う映像になるとわーってびっくりする感じになっちゃうんですね、どうしても。あれがやっぱすごく私も見てくださる方のことを考えると気にはなっていて、とにかく音量どうにかならんかなっていうのはずっとあって、で途中でマイクを導入したんですよね、私。でまず YouTube のアプリで立ち上げて配信する。でアプリじゃないや、外部マイクで、それがそのマイク自体で音量を上げれるっていう機能があるものがあるので、それをつないでマイクで音量を上げて、それでなんとかそれなりのボリュームで流すっていうのを途中改善させたんですね。
でそれでやってたんですけれども、まずたまに接続が甘いのか、マイクを通した音になってない時があって、繋いでいてもね、そうするとあれ結局今日ちっちゃい配信だったなみたいなことが出てきたっていうのと、あとは YouTube のアプリ自体の仕様の変更とかがあると、それに自分の Android 使ってるんですけど、Android のスマホが対応してないとか、何か仕様が変わると今まで通り映せない。で特に問題だったのが、やっぱり差し子なのでこうだから、こういうの横画面の方がいいんですよね。横画面でこういう状態で手元を映す。だけど一番問題は縦画面になってしまうと。 YouTube のアプリってやっぱ縦画面で配信してほしいんですかね。なんか初期設定が縦なんですよね。でそうすると、よくあるのは縦と横変わんないみたいなのが、よくライブ配信始めた、初期の人とか、私もそうだったんですけど、あれ途中で変えられないんですよね。縦で始まったらもう一回止めるまでやりながら変えることはできないっていうのもあるし、あと設定をいつも通りうまくやってもなんでか縦ばっかりになるっていうことがね出てきちゃったんですよね。でその辺がもう問題としてあって、やりつつ今日も縦画面になっちゃったって言ってもう一回入り直しますとかね、それで結局始めるのが遅くなったりっていうのもあったし、あとは YouTube のアプリでやる時のもう一個の問題は、もうスマホがねすんごい熱くなるんですよ。私30分のこのライブ配信だけなんですけど、今スマホスタンドにセットしてね、スマホをセットして、それで上からこの手元撮影で映してやってるんですけど、終わってそのスマホスタンドからスマホをね撮ろうとした時にも熱っっていうなんかほんわかあったかいなじゃなくても熱っっていう感じなんですよ。30分間だけでも。あれがすごい問題。これはスマホの機種との相性もあるかもしれないんで、他の方どうかわかんないんですけど、でもそれがもうだんだん出てきたんですね。そうなんです。縦画面問題っていうのは私よく喋っててそれがあって、そういう問題が積み重なってきたので、その3点ですね。音量、画面の向き、熱暴走。これによってもう YouTube のアプリは厳しいかも、どうしよう、他のアプリでどうにかできんのかなみたいなことをすごい考える時期に突入した時があって、それで結局今、結論ね、その後どうなったのかっていうのは、今私がこれ映してるのはカメラファイライブ、読み方合ってるかちょっとわからないですけど、そのアプリで結果配信することにしました。なので私課金してないので、いつもこの右下あたりになんかロゴが見えてると思うんですけど、はい。なのでそれによってそういうロゴが見えてしまうっていうね、 YouTube のアプリだったらないんですけど、このロゴだけがどうしても見えてしまうっていうのが一つ出てきてしまったんだけれども、でも今言った3つの問題が解決しましたそれがね、それやったのが、ちょっとお待ちくださいね。常にねそれはねずっと悩んでたんですよ。悩んできてて、アプリに変えたのは1月末ですね。2025年に入った1月末からアプリに変えたんだ。でそこから今のアプリを継続していて、それによってまず音量はアプリ自体で音量をね変えるバーがあるんですよ。だからあの辺をこの辺りかなっていうのを最初試してやって、で今もうそのバーをスライドさせたそこの状態に常にしてるから、
例えばマイクをねつないだ時に接続不良で今日はちゃんと拾えなかったみたいなことはもうなくなった。ああこれは良かった、ああ良かったっていうのと、あと画面の向きで縦画面になっちゃってみたいなこともなくなった。であと熱暴走ですね。この点に関してもまあこれくらいはほんわかするよねくらいな状況になったんですよ。だからああよかったと思いました。それぐらいでなんとか事なきを得た。ああこれで私のストレスが少し減った。熱暴走なんかはね、特になんかスマホ壊れるんじゃないかって心配するくらいで、夏場なんかね特に余計にどうしようって思ってたので、それが解決したので、もうそこに関してはねストレスなくやることができております。であとはじゃあここからはそうですね、まあそういうのがあって、そのあたりが変化ですかね。場所がね一番最初は机だったけど、ここのこたつに変わって明るくなったっていうことと、あとは YouTube のアプリを使ってたのを今のカメラファイライブ、これに変えることによってなんとかさっき言った懸念点が改善されてよかったなみたいな変化がありましたかね。ではここからは付近をライブ配信で差し越してきた付近の紹介をしようかなと思います。はい。で今はこの四つ葉のクローバーですね、これをやっています。これはまだ途中なのでこれを一旦ね脇に避けまして、はい、この辺りですね。一番最初に、やったのがこの四つ葉じゃない、これですね、変わり込めだし、これ2024年その3月から始めたんですけど、最初ライブ配信する時にどの付近やろうかなって思った時に、これね途中だったんですよ。途中まで差し越していて、でこれが私朝の葉に次ぐめっちゃ繰り返し刺した模様なんですよね。だから何が言いたいかっていうと、慣れてるんですよ。もうすぐあんまり考えずに、隣移る時にここは一列開けてとか、そういうのがねあまり考えずにもうできるくらいにもう何回も刺してきてるんですよね、この模様って。でこれが途中だったので、じゃあ慣れてる模様でまずライブ配信やってみようということで、途中までやっていたこれをその3月31年前のからやり始めて、これが完成したってことで、一番最初ね2024年3月から4月の途中までにかけてこれを完成することができました。はい、これが変わり込め刺しで、次がこれその2024年4月からこちらになりました。これちょっとお待ちくださいね、名前がここ以降は全てホビーラホビーレさんの差し込む布を使っています。少々お待ちください。朝の葉59ページ。どこだったかな。ちょっとなくしてしまったな。なんかホビーラホビーレさんでこれの名前って朝の葉じゃなくて代わり朝の葉さんだったかな。そんな名前だった気がします。すいません、ちょっと正確な名前が今出てこなかったので、はい、ホビーラホビーレさんのこれ差し込ん布の赤い糸でひたすら刺してみました。こちらははい、裏がこのような感じになっていまして、次にこちらの付近を作って、これが2024年4月から7月の途中までかけて、差し越していきました。特にこれはここの外枠にかかるところの裏がね、表はいいんですよ。印刷されてるところをやればいいだけなので、これ裏のねここをどこまで貼り進めるかとか、すごいねこれどうやったらいいんだって悩んだ記憶がありますね。ここの外枠にかかるところ、ここですね。しっかりねこのパターンでって決めたら、それを統一しないとここの模様の出方が変わっちゃうので、
そこが悩みどころでございました。はい。で次、これ方眼刺し。これが2024年7月から8月にかけて方眼刺しをやりました。2色紫とライトグレーの糸で刺し子してみました。こちらはですね、とにかくこの裏ですね、裏が難しかった。この特にライトグレーの糸の入り方ですね。ここの幅の針目の幅の広さ、これが実際刺してみると、確かに見ていただいても、ライトグレーの方が広いよねっていうのはわかるんですけど、実際針を進めると思ったより広いんだ、こんなに一目がね開くんだみたいなのがあって、でこういう時の刺し子のこの糸の引き加減とか糸こきとかっていうのをすごいこれでねなんか勉強したっていう感じがあります。なので今他の模様でもこれくらい幅が広いところがあっても大体なんか感覚がつかめた。でその感覚がつかめたのはこの方眼刺しをひたすら練習というかね刺し子したからっていうのがありますね。はい。なのでこれをね刺すことによってなんとなくこれくらい広い針目の時はこういう感じにすればいいんだっていうのがつかめた模様になります。で次これがクラッカーですね。2024年8月から10月の途中までにかけてこちらを刺し子してみました。とにかくねこれねなんか可愛い模様だなみたいなのが頭にあったので選んで刺し子してみました。裏がこのような感じになっていて、で、先ほど方眼刺しの時に幅の広い針目でが勉強になったって言ったんですけど、方眼刺しの次がこれになったので、ここの裏にあるんですよ、そういう箇所。斜めで幅が広いところがあるので、だからここら辺を刺し子する時に方眼刺しを刺してたから、あの時もこれくらい幅の広い針目あったなっていうのが分かってたので、そういう意味ではここの幅の広さにやってたから戸惑わずにこちらも進めてよかったです。はい。これがクラッカーになります。で次、花のはですね、これが2024年10月から2025年2月の途中にかけて刺し子しました。だいぶねやっぱだから時間がかかったんですよね。縦横もびっしり糸が張り巡らされてるから、で2色使っていて、で縦横斜めの上にびっちりなんですよね。だからねよりこのずっしりって言ったら表現として布巾だからおかしいんですけど、例えばこのねこれですね、この方眼刺しと比べるとやっぱり張り感とずっしり感がやっぱり糸が通る分違うなっていう感じはあります。こっちの方がこう柔らかい感じで、こっちの方が糸の分なんかめちゃめちゃ張り巡らされてますっていうなんか強いです、そういう意味でこっちの方が一番強いんじゃないかな。これが今こう刺してきた中での意味で張り巡らされてる感じがすごい大きいので、こちらも、ほびらほびです。花の輪ですね。なのでこれ完成したの私初めて見ていただいてますね。これの次が今の四つ葉のクローバーになってるので、これ刺し終わってからここ周りをね閉じなきゃいけないんだけれども、それをね昨日やったんですよ。慌ててずっと放置してて、これ完成したの見ていただかないとと思って、で今日こういう風にまとめた話をするのにはやっぱタイミングとしていいなと思ったので、閉じて洗ってなんとか準備しました。裏から見ていただきますとこのような感じですね。ピンクが強いので黄色が本当に画面で見ていただくと見えるかなどうかなって感じなんですけど、黄色がね幅広いバランスで張り巡らされていて、あとピンクの糸がもう細かくみたいな感じですね。これだいぶ差し替えがありましたね。やっぱ時間もそれなりにね、2024年の10月途中から2025年2月ですからね、
11、12、1、2ってかけてるからこれだけかかるのもそのライブ配信の時でしかやらないっていうのもあるので、じっくりじっくりやって、まあそうですね、達成感ありますね、これはね。でこれがまあその2月までやって、で戻るとこちらですね、今ね、2025年2月の途中から現在3月ですね、3月にかけてこちらの今付近を制作しているという感じです。なのでこの間にね、この1年の間にこの付近たちをひたすら制作しまして、それをね、はいずっと見ていただいたという感じになっています。はい、ということでだいぶ今日は、今までの振り返りのお話をさせていただいたので7時20分も過ぎていますので、はい、今日は話の内容としてはこんな感じになります。では最後にいつものように今日刺し子できました、ライブ配信できましたので丸シールを貼って終わりにしようかなと思います。はい、4月ね、これね4月を作らなければならないと思ってまだ途中ですね。昨日ね線を引きました。線を引いてラベルテプラでね日付だけこれ作ってみました。またね続きやっとかないとですね。明日も予定し明日休みにしてましたね。はい、そのあたりはコミュニティの投稿を見ていただければと思います。はい。で、今日31日ということで、はい、ライブ配信することができました。よかったです。はい。こういうペースがね、できてきましたので、引き続き、この感じでライブ配信を続けていければいいなというふうに私は思っています。はい。そうですね。今日はね、全然触れられなかったですけれども、収録動画の方は現在編集中になっておりますので、今日が月曜日なので、今週中に配信できればいいなとは思っています。日付がちょっと中途半端なとこだから戻しますか。はい。はい、こんな感じにしましょうか。はい。ということで、今日もライブ配信をご視聴くださりありがとうございます。1年経ちました。1年後どうなっているでしょうか。私も分かりませんが、ひたすらやることは変わらないです。私の YouTube はとにかく自分が好きな刺し子をさせ続けて楽しいのでね。で、自分が目指すこういう付近に仕上がったらいいなみたいなのをただひたすら追求してるっていう感じで、完成して達成感できましたみたいな達成感味わって、時々ねこういう感じでこんな風にできましたみたいなのをお話しさせていただいて、また新たな付近に挑戦していくと。刺し子はやることは変わらないんですけれども、今までのやっぱこう歴史的な模様、伝統模様、ああいうのは本当にいっぱいあるので、これはねホビラホビレさんの刺し子布ですけれども、こういうのもねいっぱい新しいのも出てきてるから、ライブ配信では比較的ホビラホビレさんのを刺すことが多いです。人目指しですね。特にねじっくりじっくりこう動きを見ていただけるので。で、収録動画の方ではいわゆる伝統模様の模様刺しをこう書くところから書き方を考えて、本を参考にしながら考えて、それを書いて差し越して完成しましたみたいなのをもう毎回もうやってることは変わらないです。でも楽しいからね、私はこれからも続けたいなと思っています。はい、コメントをねありがとうございます。はい、これから刺し子始めてみますということでありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、続けます。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとうございました。はい、ではリアルタイムでご視聴くださりありがとうございます。アーカイブでこのまま保存しておきます。公開状態にしておきます。アーカイブの方でもご視聴くださりありがとうございます。はい、このような感じで続けていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。では今日はここで失礼させていただきます。ありがとうございました。